いや俺はこの子取りたい。100%取る。絶対にいらねえわ。 100% 取る。いやいやいや、俺はもう鬼のように興味を持ってます。マジで俺だから言ったじゃんって言うと思うよ。ふざけんなよって話なんですよ。こっちからしたら。才能ねえなら才能ねえなりに虚勢を張ってくれよ。世界一って相当すごいぞ。お母さんが小学校の時に亡くなってるんですけど、響くまでは何もなかったよ。俺はなんかあったっすね。こいつが言ってることが全く信用できないんだよね。空気読めてなくなかった。空気はもう読めなくていいんですよこいつは。もうスターだもん。なんならマジオーディション生の歴史を塗り替えるくらい。そんなにそんなあ、出た。自称顔面国宝海賊王です。うわ出た。これさ、俺らいやなんか割とかっこよくねっていうか、かっこよくないっすか。自分かっこいいと思うんだ。そうですね、俺はめちゃめちゃかっけえな。はい、将来の夢が自分海賊王になりたくて、一番自由なやつが海賊王だと。それルフィが言ってたんですよね。はい。なるほどね。ああ、バカなんですよね。いやバカじゃないっす。いやなんか俺マジ速攻やめると思うのよ。いやそうそうそう。速攻やめると思うじゃん。でもなんか俺ローランドショーの視聴者にこういうやつのプレゼンを聞いて、じゃあ分かった信じるから来いよって言ってやめられてるっていうこの裏切られるっていう行為を何百回とされてる俺たちの心の傷を彼を通して伝えられるんじゃないかな。その枠で。そう。なるほどね。もうじゃあ広告ちでいいんじゃないですか。なみにこれ1年後に爆売れして俺たち全員ですいませんでしたって謝る未来があっても面白いし、どっちに転んでもおもろいから、もう最初から荒波の中さ海賊王を目指すわけよ。これ落とすよりも取る方が残酷だと思うからあ、このブレイキングダウンの選手って言ってたの。野田さんね。うん。体育会系好きだからそもそもウェルカムモードになってて採用してもいいかなとは思ったけどね。どう？まあ正直野田さんに関してはホストじゃないんじゃないっていう。売れる未来は見えるけど、こう二足のわらじ的にはやっぱこう厳しいんじゃないかなっていう。なしにする。じゃあ格闘技やめてくるんだったらありだよねっていう意味だよね多分ね。まあ。ああ、なんかうざかったやつだ。なんか相づちもそうやし、場の空気を乱すようななんか、でこのうざいなっていう感覚、言語化できないこのフィーリングって結構お客様にとって大事じゃん。弁護士の資格を今教えてて、分かるわけねえだろ。分かるわけあるか。そっか。ってことは相当頭いいんじゃないって思うじゃないですか。思うじゃないですか。思うじゃないですか。なんかめんどくせえなお前。そんなの関係ねえ。あ、そんなの関係ねはい、おパッピああ、ー。今の全てのはプライドを捨てます。まあ僕はそのはい言葉を信用するよりも行動を信用したいタイプなので、今やってくれた何回言われても僕やります。10回モノマネやれって言われてもやりますし、じゃあ食い気味で話すのやめな。すいません。へえ。その前段階の司法試験予備試験っていうものに一応合格してまして、そこない？まあもともと中卒でめちゃめちゃ頭が悪かったっていう、経歴から一応日本一難しいと言われる予備試験に合格する、2年半、毎日勉強し続けました。その継続力とかその目標に対する努力っていうのは、他の誰にも負けない自信はあります。やる気は。その継続力、うん。それを証拠として、それを証拠として、はい僕は継続できますよっていうのは確かにそれは強い手札だと思うわ。もし採用したいんだったら僕可愛がりますよっていうなんかそういう現地を取りたい。いや僕割といけるなっていう。言ったな。じゃあ可愛がるんだな、はじゃあ面倒見てください、じゃあセレン枠セレン枠で一緒にセレン率枠で。セレン率枠続いて加藤浩次さん41歳グッチフェンディ。一瞬の多分。まあなしです。なんかこう緊張はすごい伝わったけど、なんかすごい絶対負けねえぞみたいな。これめっちゃかっこよかったよね。かっこよかった、うんなんか肌も綺麗で見た目も良くてなんか減点要素が正直なかった。面接者の方1、2番目くらいにすごい良かったなっていう。売れそうだからみんなが減点要素ないんだったら、まあ、これ20丸でいいんじゃない？はい、20丸いく20丸ほな合格です。これはね相当ね議論したよ。越前さんなるほどなるほど。正直なんかちょっと興味を持ってしまったよね。いやいやいや、俺はもう鬼のように興味を持ってます。おお、そっちだ。ブルーと乾杯接客もうまかったしね。桜組どんな接客ですか？シシモスか。
いや下じゃないあ逆にでも下に持っていこうとしていい切り返ししたよね、ああ確かに。ねどういうこと？はじめまして失礼しますまして。一緒に隣失礼してもいいですか。はい。ありがとうございます。キラリだ。可愛いいいでもですね。すごいお綺麗な顔で。ありがとうございます。でもめちゃめちゃ38歳なんで、めっちゃケアしてるんですよ。ケアとかなんかしてます？ケア、いやちょっと最近夜の方のケアが足りてなくて。夜の方のケア。はい。そっちも。そっちも。ちょっと最近夜の方のケアが足りてなくて。夜の方のケア。はい。夜の方のケア。ああ。夜のケアはあんまりもう疲れちゃって寝ちゃってできない。いやそうなんですよ。フェイシャルマッサージできるからやってあげる。あやってくれるんですか。うんやります。あほんまですか。はい。おおうまいそうだからうまかったよね、切り返しめっちゃうまっと思ってそれで言うと俺たちなんか森さん接客させたら自分から下ネタぶっ込んできて、だから真逆だね。でもこれ男が言ったら本当に気持ち悪いなっていう会話をこれ多分女性だからこそ一瞬聞く耳は持ってあげようってなりそうな気がしたんだよね。なんか男性ができない枠の会話をできる強さが多分あるのが女性ホストの魅力なのかなと思った時に一個のチャレンジとして応援する枠にはちょうどいいな、俺もそれ思いました。なんかいろいろこう自分で手広くなんかこういろいろチャレンジしてるんだなと思って、新しいなんかこうムーブ取れるんじゃないかなとローランドグループとして。ただね俺ねこれ問題点がさ何かというとこの採用会議を男だけでしてるっていうのが俺は結構問題だと思っていて、男性目線と女性目線のリアクション絶対違うのよ。だから俺今までやったことなかったんだけど、女性ならではの目線はやっぱり女性のさ視聴者にしか俺は聞き出せないと思うんだよ。だとすると俺は視聴者の特に女性目線のローランドグループファンとか追いかけてくださる人があまりのリベラルな取り組みをすることに対してどういう風があるのかがちょっと正直読めないからコメントを参考にしたい。俺はでも一緒に働いてみたいなと思いましたね。すごくでそれ見てじゃあさ大阪の責任者からさ有志が決めてよ。わかりました。ヒデトは合格です。いや出ました出ましたはいシルエットが俺結構好きだったんですよ。で10年間一人親方やりながら飛び職やってるってそれ結構大変辛いじゃないですか。でそれでも今の仕事をやってるっていうのは、根性はあるなってやる気はすごい感じた。意味が分かんなくてなんかガルバ経営してるんですよってなって僕はお給料もらわずにみたいな1年半ぐらい働いてみたいな響くものが何もなかった。俺はなんかあったっすね。僕も丸っすね。磨けば絶対感覚的にビジュはねなんか雰囲気良かったっすよ。うち選んだのは僕はユーシさんがすごいかっこいいなと思っててユーシさんの YouTube を見させてもらって、僕もそういう輝いた人生を歩みたいなと思って応募させてもらいました。でもなんか、俺は好きめっちゃなんかわかんないけどなんか雰囲気良かったっす。マジで雰囲気良かった。全然良くねえわ。なんか突っ込んだらめちゃめちゃあらが出てきたから俺はなんかそういうところに人となりが出ると思ってるわけよ。なんか話の整合性が全くないからこいつが言ってることが全く信用できないんだよね。ヒデトはマジで取りたい。ゆうしさんがそうやって言ってくださるんやったら一旦大阪預かりにしてもらっていいんじゃないですか。じゃあ俺のこの選球眼が間違っていたって証明してくれればもちろんいいよ。俺は20割書いてる唯一一人。いやもうじゃあ一番の当たり誰じゃあこれあれ次あれじゃないボルデモートじゃない。ボルデモートさんボですね。ルデモート俺ら合格よな。採用っすね。めっちゃ微妙だったな。あれなんか適当でしたよね、中身ない。なんかすごい中身がない。めっちゃ薄っぺらかった。最高売り上げ聞いてもなんか適当な感じでした。そう最高。ホストどれぐらいしたの？1年2年ぐらいでしたっけ？1年です。最高売り上げとかは？最高が100万か300万ぐらい借りたんです。本当か？最高売上自分の最高売上200万から300万の間ってさ適当すぎて。適当すぎん？だって普通覚えてるけど。覚えてるやん。もうバーンって言えるやん。言えない？でそもそも女の子が使ってる金額を1円単位で言えないのってプロとしてどうなんていう。これは俺ね酷だと思う。いやそんなことないですよね。最高売上言ってたよ。1610ですね。1186です。言えるんだね。2億1300なんかまずなんかよかったっていうのを知りたいですね。見た目は品があったよね。ありましたね。だからローランドグループっぽい見た目はしていたっていうところもあるし、まあ別に特に落とす理由があんまり見つからなかったかな。ああ確かにそれはそれはそうですね。別に見てみる価値ぐらいはあるのかなっていう。
門前払いをする必要ないかな。じゃあボルデモート採用。ボルデモート1個良かったよな。ドンペリー面白いよね、あの子ね。いや面白かった面白いですねね普通に。ただなんかこうなんつうんだろうな、フリップで終わるよねっていう意味そのままじゃ、まあ落とす理由なかったし、彼はなんか一周回って好きになっちゃったな。なんか愛されるキャラですね。愛されそう、めちゃめちゃ先輩に愛されそうだから、めちゃめちゃ愛される。大阪支部は預かりにして、まあ、配属は本人に決めさせるみたいな感じでいいかな。ノリもいいし離れが悪かった。やばいこと言ってましたよね。なんか終盤戦のジェンガみたいになってない。インしてああ、確かに。次が合格。もう20丸。ああ、よかったよね。もう初手でまあ言うことないよねみたいな。まあ落とす理由がなかったから別に取っていいと思うんだよね、彼に関しては。はきはき喋れてたし。次、韓国の子。ユンフィジー。いや、マジでさ、よかったよね。これ良かったですね。あやっぱりおおよかっこれはた。一致なんだ。愛嬌もあるしやっぱこうやる気がすごいなと思っいやそうて、そうしかも何が良かったかって普段はどんな感じなのみたいな。いやお笑い系ですみたいな言ってて、お笑い系みたいな。じゃあなんか一発ギャグやってよって言ったらもう即間髪入れずに花道ですって言い出したんですよ。嘘でしょと思って嘘と思って花道みたいな。トンさん日本語教えてあげてよって言ったら、あ、それは全然問題ないですって言ってたからトンさんのためにも採用したいんですが、ここで残念なお知らせがあります。なんとですね、彼在留資格ビザ持ってるんですが、ビザ商売働けないのよ。そうなんですかね。そうなんですよ。いや悔しいけど、でもまあ花道が韓国にも知れ渡ってるという事実を知れただけでよかったわ。一発ギャグやって花道です。絶対不合格でしょ。僕も罰です。まあだよね。いや俺は合格。ここですね出たよ。だね言ったでしょ。絶対あっちのチームは不合格だ。いや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 。絶対いらねえから。あっちのチームは絶対不合格やと思ったよ俺。成功します。栃木県から来ました22歳元プロゲーマー、源氏名再起不能です。よろしくお願いいたします。プロゲーマーなんだ。幼い頃からゲームが好きでして、ちょっとこちら用意してきたんですけど、じゃあなんだスプラトゥーンだ。見覚えないですか？もともと世界1位を取ってたりして、すごいな。はい、世界1位。世界一って相当すごいですよ。ゲーマー好きなのよ。あ、本当ですか？自分も本当ゲーム大好きで。はい。市場ゲーマーってさすごいからね。でもね頭いいからね。しかも世界一取ったのって相当な努力だと思うから。はい。ありがとうございます。でこれ配信活動しててさ、これは何？ツイッチ？いや、YouTube です。 YouTube なんだ。はい。今は何してんの？今はその配信活動を続けながら、あ続けてんだ。縦社会で警備業をちょっとやってます。警備員。はい。本気で自分の人生変えに来たんだよね今。はい。俺の市場なんだけど、はいプロゲーマーであったりとか、はい今話してて可愛いなとか思いながら、はい。いいなとは思うんだけど、はい正直今話した感じ、はい。多分現場に出た時に緊張で震えて女の子と会話できなかったりとか、いそこはでも、まあ、しょうがない部分はある。普通にね働いてて、でもあなたはでもプロのホストになりに来てる、その覚悟を伝えてほしい。残り1分で。確かに最初は緊張、こういうなんか震えとかもあるかもしれないんですけど、だんだん本当に慣れていってちゃんと一流のホストとしてセリテアさん自分は憧れなんですけど、なんかその方を越せれるようにちょっと頑張りたいです。個人的にはめっちゃ好きなんだよな。割とうちの層には多分すごく響くと思うんだよ。で特に配信も多分めっちゃ慣れてるし、まあでもあっちでは絶対落とされる。150%。だから俺判断で取りたい。対抗しててかなんでホストなんですか？確かに。ホストですか？なんで？なんかローランドさんみたいななんか自我を持ったなんか本当にかっこいい大人になりたくて、なんかそうどうやったらなれるのかなって考えた時にやっぱホストが一番近いのかなと思って。じゃあ君がホストになりたい理由は自我を持った自分になりたいってところなのかな？そうですね。だとしたら別にホストじゃなくても自我をさ確立できるところってさあると思うんだよね。だとしたら動機薄いなってなってしまうし、ロールモデルを僕に設定してくれて僕の近くでそのあれを学びたいとかっていうよりも
なんかあんまり理由がちょっと分からなかったな。どっちが思った自分になりたいだったら別に最適解が別にそうではないだろうなと思うし、ホストになりたい理由がちょっといまいち伝わってこない。やっぱ配信業でなんか培ったその経験というか、それを生かしてやっぱ女性には結構なんか話を盛り上げられるというか、こう見えて。でもその配信とかって顔が見れへん。あ、そうですね。じゃないですか。はい。面と向かって喋れます。結構内気やなと思って、はい、まあメンタルも弱そうやし、なんか、はい、失礼します。竹内ちゃん、最近のです。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。今日は何で選んでくれたの？初回で来ました。初回で回ってああ、それはなんか他に楽しい人とかいた？かっこいい人とかまだいなくて、はい、いないかなと思って探してます。よかったら俺どうかな、ちょっと盛り上げられるし頑張るからさまあゲームやった方がいいんじゃない？世界一だぜ。なかなかなれないよ。ないものねだりしないでさ、自分の輝けるフィールドで戦うっていうのもまあいいんじゃない？多分ホストやったら辛い思いすること多いと思うし、適性ないから今んとこね、見た感じ。短所を伸ばすより長所を伸ばした方がいいよ。そうそう、手広げてみて、パーしてみて、でそこでさ親指がさ中指見て、なんであんなに長いのかなって、ああいう風になりたいなって思ってもさ、一生親指が中指より長くなることって俺ないと思うんだよね。でも親指には親指の強さがあって、じゃあ何か強く押さなきゃいけない時どの指使いますか？親指使うよね。親指には親指の強みがあるじゃん。だとしたらさ、君は自分の強みがあるんだから、ゲームで世界一取ってんだったらその分野で戦った方がいいと思うよ。いや俺はこの子を取りたい。絶対いらねえ。100%取る。絶対にいらねえわ。100%取る。だって会話が成り立たねえもん。人間的に明るくなんか目暗さと磨くポイントがない。何かを変えたいんですよね、この子は。きっと今までずっとゲームをやってきて変えたいやつがさ、まずさ、現時代再起不能ってやんねえから本当にギブアップしてるやんって、再起不能になってるやんってだからもう自分で言ってんの、私はもう戦えませんっていう明日のジョーみたいなのを作ってるわけ。でも会長だってそもそもアニオタじゃないですか。いやアニオタだけど、俺なんかなよなよしてるなんかこういう会話してる人嫌いなのよ。ちゃんとしたらこれをその枠でごめんけどそれ雇うとか言ってて、誰だこいつ、これはなんか海賊王ふざけんなよって話なんですよ。こっちからしたら才能ねえなら才能ねえなりに虚勢を張ってくれよっていう、せめてものなんか俺絶対やめないんで絶対売れるんで見といてくださいよみたいな、1年後謝らせますよぐらいなんか決め顔してって言ったら、なんか謎の角度でカメラに向かって決め顔とかしてたんだよねだったら面白いじゃんって、見てやろうじゃんってなるけど、俺はなんかこう震えながらでも頑張りたいんですって言ってるのは、俺は別にこの海賊王と同等なくらいだな。じゃあチャレンジ枠として仮定してさ、ホストの求人がこんだけ大変なんですよって俺は見せつけるために言ったら、なんか俺たちの言いたいことを言語化するツールみたいな形で30万払ってるから、彼の金良さ感じるわけでは全くない。でだからこれは雅なわけでしょ。でこの雅がいらないんで、こっち大阪で雇ったらいいじゃないですか。しかもこの子配信もしてるんですもんね、だからちゃんとその現場では難しいかもしれないですけど、なんか形としてなりそうですけど、ではいらない。じゃあ大阪取りたいんだったら取ってもいいけど、マジって俺だから言ったじゃんって言うと思うよ。責任持ってよ。売れるんだね。じゃあこれいくら売れると思う？1年後1000万。1年後1000万。じゃあいいっすよ。そんなに言うなら採用でいいわ。くらいよさこいで俺呪われるかと思ったいやよさこい踊ってくれたんですけど、よさこい踊れますって書いてある。これは見ないと。僕も気になってました。さすがによさこいは見なきゃ。土佐のよやかの当時の有馬やよさこいほいほいみたいな感じです。びっくりした。俺なんか語られるのかと思ったあとなんかちょっと卑屈に見えたのは、監査っていう人の不正を荒探しをするのが俺監査の仕事だと思ってるから、だから心から笑ってないんじゃないのかなっていうでもなんかやる気は見えたなと思って、なんかこのオーディションのために目頭切開とまぶた整形もしてきたし、変わりたいっていうなんかこう思いが、まあ取ってもいいかもね。じゃあ採用するか。いやカナトはさ、俺めっちゃなんかよかったですね。よかったよね、はい、カナトは応援したいなと思ったわ。和式、洋式、劇団式。僕この2日間の中で一番良かったですね。まあ満場一致で合格じゃないですか。律動めっちゃ良かったですね。
いやめっちゃローランドグループっぽいよな、もうじゃあ20丸合格、そしてノアの後輩、これはもう合格でいいよね。そうですね。この子は合格ですね。この子は合格よね。雅希望ない限りはやっぱノアが面倒見さしたいなとは思うけどね。関係値の方が絶対やる方がいいですね。いやーこれめちゃめちゃギャンブル枠だよね。彼が何かをやらかした時に俺たちが数年間かけて我慢して作り上げてきたものが一瞬で吹き飛ぶっていうこのリスクがあるわけよ。過去に自分がホストした時はまたちょっとあんまり言えないことというか、結構女の子の、しんどい思いとかしたのを、見ないふりというか向き合ってきたっていうかは売り上げ上がればいいっていう風に感じて、今まであんま良くない営業しちゃってたんだ。はい。風営法改正前の価値観の売り方をずっとしちゃってたんだね。で彼はそういうやる可能性として非常に可能性として高いじゃん。そのリスクを背負ってまで彼を雇用するのかと。じゃあ雇用するメリットは何かといったら、俺は絶対にこういう売り方で悩んでいて、でも売り方変えなきゃいけないけど、でも環境が周りのスタッフがいまだにそういう色恋だったりとかやってる店だったとしたら変わるのって難しいじゃん。それがうちの店でこうやってメディアに出てこういう過去がありながら変わりましたっていうモデルケースになったら、俺は世の中の悩んでるホストたちがうちに流れてくる動線ができると思うんだよね。そういう意味で言うと彼が成功することは多くの色恋とかしかできなかったホストたちに対してすごい希望の光になると思うんだよ。この罰は誰だっけ？罰か三角っすね。三角？みんな三角だと思うよ。クリア罰。はい。僕も罰です。罰ね。率を？三角です。そうね。俺たちボランティアじゃねえからな。さすがに俺もなんか違うかなっていう。次難しいね。これは。次誰？タトゥーです。顔かっこよかったよね。でもさね。そうなんですよ。僕も若かったらよかったんですけど、ちょっとなんか怪しいんですよね。失礼します。よろしく。はじめまして。はい。自己紹介お願いします。大輝です。大輝。はい。31か。じゃあ軽く経歴聞いてもいいかな。就職で池袋に美容室で就職しましたね。で、21ぐらいの時に、ホストをやりたいと思ったんですよ。やりたいと思ったんですけど、家庭の事情でちょっとできなくなっちゃって。それどういう事情だったんですか？僕お母さんが小学校の時に亡くなってるんですけど、21の時にお父さんも亡くなっちゃって、それはお気の毒でちょっと病んじゃって、まあね、そうだよね。でそこからこうだんだん、時間が解決するじゃないですけど、復活してって、でなんとなくいろんな満喫とかなんとなくしてる時にまたホストやってみたいなっていう気持ちが出てきて、いや多分自分の言葉で喋ってくれたんだろうね。多分いろんな辛い経験あったと思うし、割と素直な多分モチベーションを語ってくれたのはすごい好印象で、多分顔も普通にかっこいいんだよな。まだ病んでる感じなんですか？完全にその暗い感じって元からそんな暗い感じだったんですか？いや暗くはないと思うんですけど、雰囲気的に独特だから、これが本当に精神が弱いだけどナチュラルこの不思議系だとしたら、負のオーラすごすぎるっすよ。もう性格はどんな感じ？性格は、でも暗いって言われるんですけど、普段は仲良くなったらギャグやったりとか。ギャグやるんだ。うわ自分で言ってもらった、やっべーって言ってしまった、やっべーって今あったよね。完全にね、見せてもらおうか。格闘家。格闘家？すごい。なんだ。どうなんのそれは。そっからどうなんの？スパイダーマン。スパイダーマン。スパイダーマン。悪くない。だからまずね、って感じ。負のオーラがすごかったですね。いや大阪じゃない気がするんだよな。この大阪の体育会系のこのノリには俺入っていけない気がするんだよね。雰囲気で言うと藤井そよ風さんぐらいって感じ。
風まではいかない。そよ風だな。藤井そよ風って感じ。吹いてんのかわからん。そうなんか雰囲気はあるのよ。世界観もあるし、藤井風さんみたいななんかそのミステリアスさあるんだけど、それにしてはちょっと風圧弱めみたいな。俺はなんか割と好き。まあ丸ではあるんですよね。俺は。いや俺たちも三角って感じ。僕バツっすね。三角寄りのバツですね。いや俺も別にやってもいいんじゃないっていう感じだった。誰が面倒見るの問題？みやびはちょいきついですね僕は。誰が面倒見るの問題なのよ。アヤトの下にくっつけたら。やっぱそうです。アヤティとか。そう本当に親身になって向き合わないと彼は。アヤトって30代に対してめちゃめちゃ半端ないんですよ。熱量が。採用する？俺アヤティ管轄に置こうかなって大阪で心の中で思ってました。大阪でね。こいつはアヤティ。アヤティですね。そよ風。そよ風。現人のそよ風でいいんじゃないですか。遊びすぎね。そこは当たり。りょうくん良かったよね。面白かったわ。なんか帽子取った時の髪型とかなんか良かったんだけど、俺合格でいいと思うよ。普通のホストクラブじゃなんか厳しそうな感じする。なんかこうホストクラブっていうノリには合わなそう。そう？俺意外となんか年上接客得意そうだなって思って。だからうちだから合うと思うんですよ。逆に高評価だったってこと？結構高評価でしたね。あと雇うんだったら俺3ヶ月間ぐらい禁酒させたい。俺はなんかかなり僕も響いたものがありますね。いいよね。接客得意なの？確かに今までだいたいいつももう営業前にお酒飲んで。飲まないと接客できないの？そうっすね。じゃあその癖まずやめようが。酒飲まないと接客できなくなると、長期的に何が起こるかというと、まず体の不調が出てくる。これは当たり前ね。あとは酒がないと接客できないって自己暗示に入ってしまって酒に依存してしまう。これ俺はあんま健全じゃないと思ってる。飲むとトラブルも増える、ミスも増える。だから俺指導の一環としてまず飲まないで接客できるようになった方がいいと思うよ。はい。そしたら気づくのは多分意外と飲まなくても喋れるんだっていう新しい世界が見られると思うから。3ヶ月禁酒、みんなにあえてタメ口で話してあげるっていう努力を彼にしてあげないとダメだと思う。次はサッカーです。七瀬君。七瀬か。七瀬どうだった？いやもうマジ特大ホームラン。意外すぎる。空気読めてなくなかった？空気はもう読めなくていいんですよこいつは。いいの？こいつは読まなくてだってもうスターだもん。なんならマジオーディション生の歴史を塗り替えるくらい。そんなに？スタイルも顔もマジで顔もかっこよかったな。スタイルも良かったしさ。マジ反町さんかと思った。いやマジで俳優っぽいからうちっぽい顔なのよ。じゃあ育てられる自信があるんだね。でも圧倒的にどれぐらい売れると思う？半年で1000まで持ってきますね。半年1000？まあ彼はじゃあそんだけ言うんだったらマジで欲しい。もう絶対になんか逃がしたくないこれは。オッケー。じゃあマジでもうそれは逃がさないでいきましょう。マジで特大ホームランヒット。やっぱ相入れねえなと思いましたね。でも俺の選球眼の方が正しいと思ってるんで。どこがやねん。1年後見ててください。いやだってこれだって全部証拠残ってるじゃないですか。会長がいいって言ったとこ全滅してる。登坂っていう成功例があるから。だからまあ1年後は見といてくださいよ。やっぱすごいなって言わせますから。俺の方が手が強い。ユーハ、フーマ、サクラ。まあね、ちょっと巻き返します。